ご機嫌いかがでしょうか？ゆうきです。How's it going? Good afternoon. ダニエルです。バドンカドンクのポッドキャスト。Ooh, god damn, that's a badonk. バドンカ。あ、悪くない今の。ほんまにもう一回言って。バドンカ。ちょっと待って、こうやって。バドンカドン。もう心で。ハートで言って、バドンカドン。バドンカドン。オッケー、それ。何が違うかだけ教えてもらっていい？コメントで、みんな書いてください。全然違かったよ。いや、わからんわ。発音を教えてほしいね、こっちは。アメリカ人はそれめっちゃ違い分かった、今の。バドンカドンク。Yeah. アメリカ人に刺さったなら結構です。Yes, sir. 私さ、この前お母さんがね、東京来ててさ。OK。うん。ほんで一緒にホテルに泊まってたのよ。OK。ほんで、そのエレベーターに乗り込んだら、多分その観光客の方々が、4人ぐらいおって、2人組のお客さん同士やってんな、多分な。話聞いてると。ただ、ほんまに、そこで会ったばっかりの人らの会話をして、なんか、日本どこ行くのこっからみたいな。ここはこういう感じでよかったよ、みたいな。ほんで、エレベーター降りたら、エンジョイみたいな。で、別れてって。私とお母さんはずっと黙ってこう、じーっとしててんけど、外国人ってさ、まあ知らん、国によるとは思うけど、普通にエレベーターで知らん人と会話するよな。エレベーターで人と話すな。ちゃんと繰り返してくれてありがとう。いや、なんかさ、逆にしないと変って感じも。変な人ってこと？この空気が変。話したら変じゃない。そういうのわかんない？いや、わからへん。だって私、もう怖ないエレベーターで。いや、ちょっと待ってな。でも喋りかけられた方が安心かもしれん。そう、だから別に会話しなくてもいいけど、入るときに、like, hey, how's it going? みたいな、yo, like, hey. ちょっと挨拶、入ってくるときに挨拶する。で、そこからあっちが、like, man, like, なんか続けたら会話になる。でもとにかく挨拶はすんな、エレベーターは。What's up, dog? Hey, yo, what's up, dog? せえへんやろ。ピーンって。Hey, yo, what's up, dog? で、全部何回で降りるかも全部伝わるの、それだけで。5回ね。いや、なんか言ってることはわかる。だからまあ、エレベーターでマンションの中でエレベーターで、こんにちは、こんにちは、って。なんや。こんにちは、こんにちは、って言って、やったら、まあ確かに変な人じゃないなってわかるけど、じゃあ、スーパーはないな。なんかデパートとか、イオンモールかなんかしないかとかで、エレベーター一緒になって、こんにちは、とかはあんま言わん。俺ね、俺のママが、日本来たの、遊びに。で、俺のママは、もともと日本人。そうだね。right? でも、俺が赤ちゃんの時、アメリカ引っ越したから、もうママも、20年に、もう30年以上、アメリカ住んでる。もう、全部変えたらもうアメリカ人。はい。国籍アメリカ人。でも、もともとはジャパニーズでしょ？で、日本来た時に、多分、そんだけアメリカ住んでから、エレベーター入った時に、日本人がおって、ママが入ってきて、like、こんにちは、今餃子食べたばっかり、臭かったらごめんね。で、俺が、いや、ママ、恥ずかしい、し。だから、日本人のママがアメリカ人になって、アメリカ人のダニエルが、俺がすいません、ちょっとちょっと日本慣れてなくてすいません。で誰が謝ってんねん。めちゃくちゃ変な構図やん、ほんまに。誰が謝ってんねんと思ったやろな、向こうも。いや、不思議だった。うわー、まあ、ダニエルのママがな、すごい、ほがらかな、なんていう、すごい、陽気な人っていうのもあるけどな。多分、日本で育ってても同じことしてた気するけど。かもな。そのアメリカに住んだからそのパワーがもう倍にバンってなって。なったよな。いや、本当ママ外人になったわ。誰が言うてんねんがすごいけども、ほんまに。ママ外人になった。ママ明るい、ほんまに。ユーキーっていつもな。優しいし。いや。
餃子、でも嬉しいよ。もし自分がそのエレベーター乗ってる側の人やったら、今餃子食べてきたの臭かったらごめんねって言ってくれたら、あ、臭いんやっていうのは、こっちも、なんか覚悟ができるからさ。いや。で、しかもなんかちょっと、マママスクしてたの。うん。で、それを言うためにわざわざマスクを下ろして言ったの。余計臭なるやん。余計臭なる分。優しさがかる。いやー、まあでも、エレベーターで知らん人と喋るのって結構ハードル高いで。じゃあ、でもこれが、なんかアメリカで一回実験あったんだよね。みんな普通の人だけど、例えばものすごく、ちょっと見た目がきつい怖い人が、like、こんにちはって言ったら、なんか気持ちになるじゃん。で、例えば、おばちゃんが言ったらなんか気持ちになるじゃん。はいはいはい。で、むちゃくちゃ勇気のタイプのイケメンが入ってきて、こんにちはって言ったらちょっと違うじゃん。だから、それで、like、答えない。答えない。like、言うか言わないのじゃなくて、その人が、もう全員アメリカだったら言うから、その人にが言って、どういう気持ちがなるかは、こっち側じゃなくて、受ける側の問題じゃん。そうね。挨拶を受ける側の、がどんな気分になるか。だから、こっちはコントロールできない。挨拶する側はどこ行ったダニエルいや、今アメリカ人としての、なんかその挨拶するなんか考えだけだった、今。はいはいはい。なんか、したらええやん。いや、まあ、言ってることはほんまにわかる。ほんまにわかるよ。ほんまに挨拶って一番いいもんね。安全やってわかるし。日本で、今言ったエレベーターと、その家の、近所とか、家の近所なんかもう誰も挨拶せへんわ。どこで挨拶が多いじゃあ。まあ、知り合いやったら挨拶する。知り合いじゃない。知らん人に挨拶する瞬間なくない？レジとか。たまにね。おばちゃんとかの方が挨拶して、こんにちはって言ってくれたら、こんにちはとか言うし、こっちからはあんまないかも。I see. 俺、本当に、改めて、その日本9年住んでるけど、やっぱアメリカから友達が遊びに来るときに、毎回、俺、やっぱ日本人っぽくなってきたな。まあ、都会に住んでる。まあ、ちょっと冷たいわじゃないけど、知らない人と話さない日本人になってきたなって毎回思っちゃうの。それめっちゃ面白いけどな。なんで？そう、日本住んでるから、最初俺はコンビニ入っても、いらっしゃいませとか、俺、こんにちはって、普通に当たり前に、でもそれが変って分かってきて、なくなっていく。なるほどね。自分が変じゃないようにちゃんと溶け込もうとすればするほど、そういう風になっていくってことやな。そうで、アメリカ人の友達が来るときに、本当に知らない外国人と会ったら、いや、そのビールどこで買った？すぐそこの場所でいい、なんか安いビール売ってるよって、普通に、やっぱ話する。めっちゃいいかも。で、俺が、別にいいか悪いかじゃなくて、本当にちょっと静かな日本人になってきたんかな。でも俺もなんか、ごめん、めっちゃ話してるけど、なんか、疲れちゃうのが、やっぱ、これ、リアルの気持ちだけど、今からリアルダニエルが。なんか日本のお笑いとか芸人と一緒におるとさ、俺こっちのルール知ってるから従っておはようございますってちゃんとやる。それも、俺もできるよって見せたいし、で、自分が、なんか自分を出せられないとか、自分出したら、なんか、めっちゃアメリカ人じゃんしか来ないの。だからそれも疲れるし、なんか、自分出してアメリカ人のボケとかにしか見えないから、自分やってるだけなのに、それもなんか疲れるな。すごいリアルなダニエル出てきてるよ。もう俺は、もうアメリカ人のダニエルをやることに疲れたよって。日本人の求めてる。まあこれは確かにあるよな。なんていう、悪気があるから、
どうかは別として、やっぱ、ちょっとそういうステレオタイプじゃないけど、そういう風な目があるのはしゃあないなってちょっと思っちゃう。いやいやいや。それはもうお互い様やけど。あは。けど、確かにな、いいんちゃうリアルダニエルでやつって、アメリカ人やつって言われて。そう、だから俺の中のリスペクトは、いや、そこまでwhat? って手挙げて、だからそうそう、だから、俺多分、もう一つ前のところなの。like, yo, what? だけど、そこまでやるんやったら、やっぱ突っ込まれるボケに、もう、大きく、もうやっちゃうの。もうそれが疲れんの。やらなくていい、やらなくていいね。で、これでやって、私が言ってたこれは、何が悪いねんっていうことよ。ああ、OK。そうそう、これして、思ってたのとちゃうかったやったら、思ってたのとちゃいますねーって。やっぱ外人は外人しかできねえからな。てかもう外人やしな。yeah, I'm proud. しかもプラウド。そらそうや。うちらやって外出たら外人、まあ外国人、ちょっとね、コンプライアンスが厳しいんで外国人ってちゃんと言い直しますけど、外国人なわけやんか。それはさ、私別にステレオタイプが悪いとは思ってなくて、なんていうの、カテゴライズは悪くないと思うのよ。なんとなく、なんていうの、統計、だから英語出てこへん。It's okay. こんだけの数があって、例えばじゃあ10おって、8人、日本人が10人おった。で、10人が10人全員、こんなペコペコする人じゃないやん。2人は全然、はって堂々としてるかもしれんやん。でもこの8人っていうのは実際、ペコペコすんねやん、多分。じゃあ日本人ってこういう人だよねって思われてもしゃあないと思うの。わかる？だからそれは別にいいと思ってて、なんかそれを違う人もいますっていうのはもう分かってんねん。違う人います分かってるから、でもステレオタイプすら楽しもうようになれたらいいよね。その先かもしれんけど、もっと。いや、そうそう、俺も、でも、疲れるって言ったけど、まあ、それは。暮らしてるからしんどいねんな、ここでな。いや、ここだけじゃないじゃん。俺の24時間、週7回、always. You know what I'm saying? 毎日それが来るわけやもんな。いや。でも楽しい。外人として日本住んでんの。むちゃくちゃ楽しいよ。本当？いや、ものすごく楽しい。But、一つ、恋しいじゃない。アメリカ、日本来て、何の言葉だっけ日本語。恋しいで合ってると思うよ。恋しいで合ってる。OK。恋しいのが、ミスやろ ?I miss you. Yeah, I miss you はまたちゃうか。恋しいのが、もう、ナンパ以外で知らない女の子と話せない。日本だと。OK。なんか知らない人と話す話じゃん。そうやね。right? で、やっぱ俺、日本で感じるのは、例えば赤信号で止まって、この女の子見て、本当に、この子のなんかピアスがかっこいいとか、この靴なんかかっけえな、どこで買ったとか、話しかけたら、本当に、もうナンパしてる手で、でなんか無視されることあって、殺すぞお前って思ったの。妄想だったらほんまに怖いけどな。でも本当に考え直して、この人はもう多分ナンパずっとされてるから、もう当たり前でナンパで話しかけてるけど、リスポンスがひどすぎて、もう何やこれって思ったの。悲しいよな、普通にな。まあ、警戒するのよ。だから、言ったみたいに日本では他の人との会話、普通のちょっとした会話っていうのがないから、基本的にベースがないから、もう言ったみたいな、ナンパか、そうじゃないか。で、ちょっとした会話、なんかもうおばちゃんとぐらいしかせえへんのちゃう日本。多分おばあちゃんとか。同じ年でアメリカで女の子と話せんもん。そうやろうな。だから。話して、ナンパ設定で無視するのは本当ない。失礼なのやっぱ。失礼すぎる。せめてちょっとぐらい返せよって。ほな、日本人の男に怒ったって。そっか。おい、サトシ。誰や。タカシ。誰や。リンタロウ。リンタロウ。大輝、やめなさい。もう1年、ナンパなしで、知らない女の子と話しましょう。だからそれが当たり前になったら、
もっと普通に喋れるのかもな。Yeah. そんな日来るかでも、ねえな声。しもだって、ちょっとやっぱ信号待ちで声かけられたら、いやーでもな、その服いいですね。どこで買ったんですかぐらいやったら答えるけどな。Yeah. あ、でも、そう、それで思って、さっき思ってて、そう今言ったやん。ビールどこで買ったんとかも言うて。私ほんまにな、ずっと一個黒いカバンが欲しいなって探しててさ。Oh, yeah. Okay. とか、昔衣装をな、なんか赤いスカート探しててさ、道端で、これマジでいいと思った人がおったりしてん。で、黒いカバンもあってん。声かけられへんねん。うわ、ダッサめっちゃもったいないやん。So Japanese. ジャパニーズやん。So Japanese. Yeah, I'm Japanese. 聞いたらさ、いいけどさ、でもさ、ほんま急に来て、すいません、このスカートどちらで買われましたってやっぱ、なんか聞きづらくない？これがでも当たり前になったらめっちゃ買い物しやすい。って私は思う。Dude, もう、やろう勇気も。うちらから書いてくキャンペーン。みんなでナチュラルトに喋りかけよう。俺、いろんな日本人の人会ってるじゃん。正直めちゃくちゃ日本人会ってるじゃん。そうやな、この国におったらな。でも、ユキ意外と、外人、どうやっていうの外人派っていうか、結構オープンの方と思ってるよ。どうやろうな、まあ、わからんけどな。案外超ジャパニーズかもよ。いやでももう8年一緒にほぼ毎日話してからさ。そうか、さすがに。まあなんとなくはわかるやん、but。声はかけれる方やと思うよ、私も。思うねんけど、なんか、ほんまにいざ、目の前にしたらかけられへんかったよ。俺やっぱ、日本人になってきたって言ってたけど。なってきたってないねんな、日本人。まあまあ。でもやっぱ、ベースはやっぱ外人って分かった。アメリカ人？俺、日本人とおると、俺ちょっとそういうのやんないけど、一人になったら、むちゃくちゃやっちゃうの。多分、見られてないから、俺はできんの。知らない人と普通に話せるけど、やっぱなんかいると、気使うんや。そう、やるんだったらボケにしないとってなっちゃうの。そんなことないのね。そんなことないのね。コメディ大好きだから。いや、わかるよ。大好き。いい心がけやけど。Yeah, but リアルダニエルちゃんが泣いちゃうやん、また。Yeah. 疲れた。やめなさいよ。but いや、できんのっていうか。できんのっていうか、それが、だって、ベースやろ？ Yeah, やるな。私もじゃあ今度やってみようかな。どっかで。どこでやろうかな。エレベーターでやってみようかな。でも、なんだろう。俺は、それで無理やりで練習しない方がいいと思う。急に思いついたとき？本当に、この人と話したいときに話せばいいと思う。その時が来たときに練習しといた方がいいやん。なあ、それが練習。なんか、だって、お前、どうでもいい人の方が喋りかけやすいやん。なあ、興味ねえじゃん。興味ないから興味作って勝手に喋りかけて、喋りかけても大丈夫なんやっていう成功体験を作ってから、ほんまに、これ興味あるなって思ったら喋りかけたらいいんじゃないの？ Damn、ジャパニーズマインド。難しいな。今の。全然わかんなかったよ。違う。まあ確かにな。ほんまに興味ある人は喋りかけないから興味あるわけやからな。いや、そっちの方がベストだよ。そのスタートで。ほんまか？そうやったら私喋りかけれてたと思うねんけどな。黒いカバンの人。欲しかったな、黒いカバン。うわ、聞いてるかもよ。ほんまに？ちょっと持ち手がね、しっかり太めで、結構重いもん持っても大丈夫なでっかい黒いカバンを持って、渋谷の歩道橋に行ってたお姉さん、そのカバンどこで買いました？で、ちょっと、これ、どこでストレンジャーと話しかけ、知らないですね。逆に俺ちょっと、ゆうきに聞きたい、性別違うじゃん。そうね。どこで、例えば俺も、例えば今回はナンパとして話すとしたら、自分はどこがベスト？どこがベスト？場所？例えばスーパーにおるときとか、本屋さんとか、you know what I'm saying? Like, アメリカのあるあるって、スーパーと本屋さん。わかんねえ。スーパーバリだるいわ。スーパー多いな。スーパーで喋りかけられるのバリだるいな。映画見てよ。スーパーの、なんか、列通ってるときに、ナンパ多いよ。
本屋さんとスーパー。そんなあまりにも日常なところでナンパされたら嫌やな。まあ本屋はいいよね。Right? まだいい。Right? なんか、会話ができそうやし。Yeah, その人が見てんの、うんいや、話すところが多い。本屋さんやりやすいね。本屋さんナンパいいと思うよ。信号、なんやろな。どこがいいやろな。まあカフェも。質問変だったか。うん、私が、じゃあ、どこで声かけられたらついていくかってことそれじゃないもんな。それ人やもんな。場所じゃなくて。うん。あ、でもだから、そうやな。どこやったら会話するか。だから信号とかやったら、もう行く場所決まってるからだるいなと思うやん。ああ。それ一緒に。もうめんどくさい。いや、わかる。オッケー。そこじゃないな。そう。だからまあ本ぐらいやったらちょこっと喋れるし、カフェとかやったら、だから人待ってる時のカフェとかやったら全然喋れる。うわ、人待ってる時って俺、行けないの。次が予定。それはでもほんまにナンパやからさ、その後どっか行こうやから、声かけたらあかんやん。その人は予定あるからな。いや、その待ってる人が俺勝手に多分、彼氏そうか。だったらちょっと悪いなって思うから。何歳やない来たらわかるやん。だったらもう遅いやん。そうか。なるほどね。まあ。その空き時間潰してくれたら嬉しいなとは思うけど、喋るんで。OK。まあでも、リアルで日本人みんな、日本人じゃない人、まあ、全員は言えないけど、まあアメリカ人は言える。アメリカ人はどこでも声かけても大丈夫です。What's up, dog? でスタートすれば。あかん。ビビるから。ビビらへんか。アメリカ人から。いや、当たり前だよ。じゃあ、我々もちょっと頑張って喋りかけてみます。Peace.